僕マジでロボットに対して雑食性がめっちゃ強いです。ってことでどうもプラミンです。はい、ということで今回はね9月21日に発売したこちらのキット、よいしょよいしょ、はいはい、30 minutes ミッションシリーズとアーマードコア6のコラボアイテム、アーマードコア6の看板機体ナイトフォール、こいつがね発売されたってことで今日はこいつを作ってレビューしていきたいと思います。これが届く前にね、こっちスティールヘイズはもう作ったんだけど、めちゃくちゃねクオリティ高いのよ、このスティールヘイズ。絶対こっちのナイトフォールもかっこいいと思うんだよ。めちゃくちゃ楽しみ。アーマードコア6自体は僕まだ未プレイなんで、エアプーって言われたらもうそれまでなんだけど、機体かっこいいしプラも好きだからいいよねってことでね、今日はナイトフォールの動画を作っていくんだけど、このナイトフォール箱がねでかい。スティールヘイズと同じぐらいか、スティールヘイズよりちょい大きい気がする。でね、このキットは 30mm シリーズとコラボアイテムってことで、キーコンセプト、シンプル組み立てとカスタマイズ遊びっていうのを落とし込んでるって感じなんだけど、正直、このスティールヘイズを作った感じ、そこまで劇的にシンプルな組み立てかって言われたら別にそうでもなかった。普通にプラモデルって感じだったわ。だからね、このナイトフォールの方も、普通に普通のプラモなんだろうなとは思う。箱の側面もこんな感じで、なかなかねバンダイプラモっぽくない毛色しててかっこいいのよ。反対側はこんな感じ、ゲーム内のアセンブル画面みたいな感じで、ここねセンスめっちゃいい、かっこいいです。で、本体サイズは約13センチってことで、スティールヘイズと同じですね。ってことはこれもそこまでは大きくはないのかな。ちょっと中身気になるね。早速見ていきましょうか。ではいざ開封。よいしょ。ちょっと待ってくれ。見るからに細かいパーツが入ってるんだけど、ランナー多いね。なんかスティールヘイズより全然ランナー多いかも。はい、まずランナーの袋が全部で4枚だね。はい、内容物はランナーが全部で11枚とマーキングシール、説明書になってます。あとスティールヘイズの方にも入ってたやつなんだけど、この 30mm の反則チラシが入ってますね。これね、後ろのページにアーマードコア6のゲーム内スクショみたいな感じでね、背景があるんで、この前に立たせるといい感じ。ランナー枚数11枚、スティールヘイズはね9枚だったんで2枚多いね。ガンプラで言ったら MG、RG ぐらいのランナー量はあるね。このキット値段がね3850円なんで、 RG とかちょっと前の MG ぐらいのしっかりした値段してるんで、このランナーの量はね納得の内容量って感じで、ランナータグ見てみると 30mm アーマードコア6 Fires of Rubicon 1って書いてあるんだけど、スティールヘイズの方はここが2番になってたから、やっぱねこのアーマードコア ×30mm シリーズはランナータグこんな感じで統一していくって感じなんだろうね。多分これ襟元なんだけど、こういうとこのディテールはマジで細かい。これスティールヘイズもそうだったんだけど、もうね至るところのディテールがすごいのよ、このアーマードコアシリーズ。でもちょっと1個思ったことがあって、スティールヘイズよりはこういうねちょっと何もない部分っていうのが多いかな、このナイトフォールは。これ武装のランナーだね。ちょっと待って、武装のディテールやばいんだけど、これすごいな。この 30mm のアーマードコアシリーズやばいと思う。マジでね1個作るだけでかなりの満足感あるんですよ。で、説明書はこんな感じだね。で、これも新キットってことで余剰パーツは0。説明書だけどやっぱちょっと多いね。組み応えはありそう、かなり。僕はねプラモデルランナー多い方が好きなので、こんだけぎっしりの説明書見るとワクワクしちゃうんで最高です。ってことで早速ねこのナイトフォール作っていきましょう。はい、それじゃあ早速ナイトフォール作っていきましょう。まずは頭部から。まず顎を組み立てて、そしたら上側にこのちっちゃいねパーツをつけるんだけど、パーツちっちゃすぎてカットしたんだけど2分ぐらい格闘してた。で、これを上から取り付けて、左右に耳みたいなやつをつけるんだけど、ここもパーツちっちゃい。マジでナイトフォールの頭部やばいぞ。全部のパーツがちっちゃい。で、側面にも装甲をつけて、はい、これで頭部完成しました。横にアンテナがついてるんだけど、ここはねさすがに安全フラッグついてました。で、もう一個頭部があって、このねバイザー装備状態の頭がもう一つついてきてます。そしたら続いて胴体もね結構パーツ多いよ。まず胸部かな、上側を作っていく。襟のパーツもはめて、左右で挟み込み。マジでここの襟の部分
情報量がやばい。側面にグレーのパーツを取り付けて、そのちょい下にもグレーのパーツで、前からパーツを取り付けて、ここだね、背面にもパーツで、胸部全面にこのアンテナみたいなやつをつけるんだけど、これちょっと怖いわ。ここ折れそう。さらに肩のパーツを作る。肩っていうかなんだろう、関節の近く。こんな感じで2つ作ったら、それを側面に取り付ける。これで胴体完成ですね。めちゃくちゃ情報量。やっぱどこを見てもディテールがいいよ。先に作ったこのスティールヘイズの方もそうなんだけど、本当にね、ディテールの精度、細かさがマジですごいです。頭部つけてみるとこんな感じ。いや、かっこいい。あと胴体後ろにはこんな感じでスラスターがつきます。で、次は腕部。まずはこんな感じで肩関節を作って腕の関節に取り付け、それを前腕部のパーツにつけて、手首っぽいパーツもつける。で、反対側から挟み込み、そしたら手首にグレーのパーツをつけるんだ。ハンドパーツを組み立てて軸で接続。スティールヘイズのハンドパーツは腕部の中にもうそのまま入ってる感じで稼働はできなかったから、こっちのナイトフォールはね、ここが動いていいね。で、次肩だ。こんな感じでパーツの中に色々取り付けて、それを左右で挟み込む。で、グレーのパーツ、上から装甲を取り付けて、肩に C 字ジョイントで取り付け、そしたら腕部側面、なんか装甲っぽいパーツをつけて、あ、待って、このパーツここに入れるんだ。忘れてた。はい、ちゃんと入れてきました。で、腕部側面にさらにグレーのパーツをつけて、これで腕部完成です。左右でちょっとだけアシンメトリーになってて、この肘の部分がね、ちょっと変わってます。まあ、可動とかは一緒だね。肘はだいたいこのぐらい。肩は C 字ジョイントでちょっとだけ動くのと、ロール軸の可動。ハンドパーツは軸だから回転の可動だね。胴体との接続はボールジョイント。なんかね、スティールヘイズ作ってた時と違って、やっぱナイトフォールの方がちょっとどっしりしてるから、作ってて存在感があるね。次、下半身なんだけど、腰部ちょっと先作っちゃったんでつけます。接続はボールジョイント。そしたら本体ラスト、脚部作っていきます。まずはこんな感じでフレームを作って、かなりね、しっかりとしたフレームになってるね。ここに外装をつけていく。まずはすね。よいしょ。で、これ膝走行なんだけど、こんな感じでね、裏打ちパーツがついてる。作った膝のやつを取り付けて、次はアンクルアーマー。こんな感じでスライドさせて取り付ける。結構ごつい造形。これを後ろからこう、ボールジョイントで差し込んで、太ももの装甲を取り付けて、前にスラスターと、この丸モールドのパーツをつけて、最後になんかちっちゃいパーツをつけるんだけど、これで足完成。やっぱ結構骨太でごつい造形してるね。かっこいい。可動としては膝がこんな感じ。一応二重関節になってるけど、そこまで曲がんないかな。足首はボールジョイントで割とね、しっかり動いてくれる。スティールヘイズもそうだったんだけど、割とこの 30mm× アーマードコアシリーズのキットは設置性がいいね。本体の接続は軸接続。はい、これでまずね、本体完成しました。めちゃくちゃかっこいいし、造形色分け精度めっちゃいいよ。もう本当にね、アーマードコアって言ったら寿屋のイメージあったけど、やっぱさすがバンダイだわ。この値段でこのクオリティ出せんのは本当にすごいと思う。3850円だからね。で、あと武装だけなんだけど、もう武装全部作っちゃってるんで装備させていきます。まずはアサルトライフル。これだね。まあ武器の造形もかっこいいよ。まあ武器の持たせ方はガンプラと一緒だね。こんな感じ。で、次、パイルバンカー。もう男の子のロマン、パイルバンカーよ。でね、このパイルバンカー、この射出状態も再現できるようになってて、このね、本体を取り外して先端を付け替えることで射出状態が再現できると。あと後ろ側もね、この展開状態をつけるって感じ。このパイルバンカーは腕部側面の 3mm ジョイントに取り付け、 3mm ジョイントだからね、ガンプラとかにも使えるね。で、次、グレネードキャノン。これだ。これはね、こんな感じのジョイントアームがついてるから、このアームを背中に取り付けて、そこに取り付けるって感じ。ここね、本体も武装の方も 3mm ジョイントだから、これもガンプラとか他の 30mm に利用できそう。で、最後これ、デュアルミサイルランチャー。これも同じように、ここのジョイントアームに差し込んで、これで武装を全部取り付けて、ナイトフォール完成です。
はい、ということでナイトフォール完成しました。まずね、フォルムがイケメン、ごつくていいよ。めっちゃかっこいい。このね、グレネードキャノンとかもしっかりと前に向けてあげて、ミサイルランチャーもちょっとこう展開みたいな感じで向けてあげるとかなり存在感がある。でね、稼働に関してはスティールヘイズもそうだったんだけど、そこまでこう劇的にすごい動くみたいなキットではないんだよね、この 30mm コラボのアーマードコアは。なんかね、本当にめちゃくちゃ動きますみたいなほどではないんだけど、まあね、しっかりと稼働は確保されてるからちゃんとね、ポージングは取れるね。でもなんかこう、もっと動いてほしいなみたいな、なんか不満みたいなのは出ないレベルには動く。ただ見てください、この体型でしっかり膝立ちできる、そのぐらいの稼働はね、やっぱあんのよ。綺麗な稼働はある。いや待って、かっこよすぎない？膝立ちがここまで似合うロボットいる？やばいだろ。めっちゃかっこいいんだけど。でさ、これ 30mm のアーマードコアシリーズでオプションパーツとか出るし、他にもいろんな機体がね、キット化予定されてるんだけど、今のところ発売してるこの2機、スティールヘイズとナイトフォール、これさ、一応その商品の箱にもカスタム遊びをコンセプトになんちゃらかんちゃらって書いてあったんで、カスタマイズできんのかな？ちょっと組み替えてみます。ワン部は同じようなボールジョイントになってるから、そのまま取り付くね。ちゃんと取り付きます。ナイトフォールの方が 3mm 軸っぽい軸で、スティールヘイズの方も軸だね。これはつくんじゃないか？ついたついた。おー、できたできた。こんな感じでちゃんと規格が共通化されてるから 30mm っぽくね、ちゃんとカスタマイズできるわ。今後ね、確か4脚の AC もキット化予定だったはずだから、こいつらを4脚にカスタマイズもできるってわけだ。いや、これ楽しいね。ちゃんと 30mm っぽくカスタマイズできるのはすごい楽しい。これは正直 30mm の強み出てるよね。カスタマイズで遊びの幅が広がるから、やっぱね、いろんな商品欲しくなっちゃうんだよね。今後の商品展開にもかなり期待だね。で、ちなみになんだけど、このナイトフォールもスティールヘイズの時と同じで、割とね、合わせ目はね、結構しっかり出んのよね。このすねの前のところとか、太ももの側面とか、腕部の前面とか、裏側もこんな感じで、割とね、ちゃんと合わせ目出ちゃう。で、スティールヘイズのレビューの時には、めちゃくちゃモールドが多くて、割と合わせ目がモールドに一体化してて違和感ないっていう話をしたんだけど、ナイトフォールはね、ちょっとスティールヘイズよりもディテールが少ないキットになってるから、割と合わせ目が合わせ目として認識できちゃうね。これは簡単に段落ち処理とかで合わせ目消してもいいんじゃないかなって思いました。ということで、今回はこちらのどちらのナイトフォールをレビューしてみたんですが、いかがだったでしょうか？個人的にはね、やっぱめちゃくちゃクオリティ高いし、このカスタマイズできるっていうだけでめちゃくちゃいいわ。全体的に高クオリティです。この 30mm× アーマードコアシリーズということで、今回のこの動画少しでもいいなと思ってくださったら、高評価、チャンネル登録していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。プラミンでした。